どうも西川です。今回は先週土曜日3月21日に発売したマルジェラコラボのボックスロゴチップアップのブラックの M サイズを無事にゲットできましたので、ディティールの徹底解剖や解説に加えて最後にコーディネートを何通りか考えてみたいと思います。ジップアップなのでインナーを変えるだけでいろいろ遊べそうな感じも楽しそうです。部屋着で着るなら同色系のスウェットとの相性が良さそうです。外に出るときは部屋着感があまり出過ぎないようにするだけでもスウェットのふんわりとした優しい感じも活かせそうです。普段はシュプリームの最新アイテムを過去のアーカイブの比較やマニアックな視点で解説動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速ですがよろしくお願いいたします。まずはディティールから紹介したいと思います。生地感は春夏に発売されるタイプっぽい雰囲気もあるんですが、裏起毛でしっかり厚みもある感じです。ふんわりしてるといった感覚が一番近いです。これをインナーとしてアウターを羽織ったり、中に T シャツを着てアウターとしても春先に使いやすそうです。長袖の上から着用してみた感じは袖に割とゆとりがあります。シュプリームの同じ M サイズのジップアップでも肩幅がゆったりとしていて着丈が短めな印象がありました。リバースウィーブにも代表される両脇側面の伸縮性のサイドリブがあるのかどうか気になっていましたが、ありませんでした。シュプリームのボックスロゴのプルオーバーには全てにサイドリブがありますので、推測するとボックスロゴのプルオーバーからではなく一からジップアップのボックスロゴパーカーを制作しているということがわかります。海外でプルオーバーをジップアップにした猛者がいましたので、オーダーメイドで制作したとしても明らかな違いが出てくることとなります。サイズも個体差があるかもしれませんが、特にペンキの装飾もマルジェラらしくてパソコン上で見た時よりもかっこいい印象を受けました。公式の商品説明のところを直訳してみると、全体にプリントされたペイントスプラッターが施され、裏がブラッシュ加工されたフリース、フルジップクロージャーとポーチポケット、胸に刺繍されたロゴ、袖口に刺繍された MM6 の数字の象徴、背面首元に MM6 の白いステッチラインと書かれています。このペンキは実際のペンキではなくプリントです。プリントということで何かしらの方法で取ろうと思っていた方は生地を傷める原因にもなりかねないので、そのままの状態で着ることをお勧めします。自分はキャラクターデザインやイラストレーターをやってたりして、実際にグッズを販売したり賞を受賞したりしたことがあります。イラストレーターらしいこのインクのデザインが好みですが、もっぱら iPad やパソコンで描くのでインクが飛び散ることは全然ありません。このインクのデザインを見てファッションに興味を持ち出した中学生くらいの頃に、同じサッカー部の同級生でおしゃれなやつがいて、東京で美容師をやっているというお兄ちゃんからもらったというペンキのダメージジーンズを履いているのをなぜか急に思い出しました。SNS を見ていると海外の方でボックスロゴ部分がかなりずれているモデルがあったので、何気に一番心配していました。ゲットしたものはボックスロゴがちゃんと揃っていたので一安心です。やはりここのボックスロゴのジップ部分の縫製を眺めていると、家庭用ミシンで縫うと一発でぶっ壊れそうな厚みがあります。工業用の比較で扱う強力なミシンを想像しながらも、糸が細いのでどうやっているのかとても不思議です。ボックスロゴを巻き込んで縫われているところが予想通りスペシャルな作りになっています。デザイナーをやっているとロゴの利用規約によく直面しますが、ロゴの視認性を保ってくださいとか、スペースを確保してくださいなどルールが決まっているので、ロゴをぶった切るというのは意外と非常事態です。ボックスロゴのジップアップが出てほしいとは個人的に思っていましたが、そういう側面があって難しいのだろうと判断していたので念願でした。2012年春夏に登場したギャルソンコラボのドット柄のアイテムと共通点も発見しました。ギャルソンコラボのドット柄のプルオーバーを見てみると、柔らかな生地感であることも似ていますし、ドット柄のプリントの感じがインクの質感にも似ているので、どことなくインスピレーションを感じます。さらに2018年秋冬に登場したスプリットのプルオーバーでは、シュプリームのロゴにメスを入れてずれさせるというデザインになっていて、マルジェラも今回ジップアップという禁断の解体をさせて、それぞれがコラボレーションの成功を収めています。シュプリームがルールにとらわれず、
ストリートで荒くれ者がスケボーを滑ってトリックを決める真髄が垣間見れます。袖口にはマルジェラのカレンダーロゴが同色系で刺繍されていて、時計を見る感覚で気分を上げてくれます。少し長くなってしまいましたが、コーディネートの方を組んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。2011年春夏のアダム・キメルとシュプリームコラボのスーツとバスキアコラボのシャツをインナーにして合わせてみました。シュプリームはスーツが毎年出ていますが、初めてのスーツを出したのが2017年に登場したこちらのアダム・キメルのコラボでした。スーツは M サイズで中に着込めるくらいの余裕もあり、プルオーバーでもよくやるくらいこのコーデはかなりお気に入りです。今回はジップアップということもあってプルオーバーさながらの見た目はいい感じなんですが、サイズ感で身幅や脇からの袖口にかけてかなりゆとりがあったせいか、少し引っかかるような動きづらい印象があります。アウターを重ね着するときは意外と着れるものが限定されそうで少し難しいかもしれません。逆にインナーにアウターとして着ていたものがハマりそうだったのでちょっと挑戦してみました。普段アウターとして春先に活躍してくれるアイテムをインナーに差し込んで着てみたコーディネートを集めてみました。一つ目はスカーフェイスのコラボのデニムジャケット。二つ目はアンダーカバーコラボのコーチジャケット。三つ目と四つ目はノースフェイスコラボのコーチジャケットになります。こんな感じでサイズ感にゆとりがあるので、インナーに派手なアウターを持ってきても着れちゃうのが意外でした。定番のデニムジャケット、サイズがぴったりめのアウターや薄めのジャケットをあえてインナーとして着こなすのも面白そうです。逆にスカーフェイスコラボのデニムジャケット系のようなアイテムはパーカーの方をインナーとするとかなり着づらくなる印象があります。他のコーチジャケットのようなゆとりが広めのアイテムなら問題はなさそうです。スカーフェイスコラボのデザインのようなワールドフェイマスの部分がロゴ部分と重なってしまったりするとちょっとうるさい感じもするので、中央部分にはあまりごちゃごちゃしていなさそうなデザインがいい感じもします。例えばミッキーのスタジアム合わせてみましたが、ちょっとうるさそうなので、これも先ほど説明した通りで、中央部分には情報量が多くなってしまっているのが良くない感じがします。その場合はスモールボックスのジップアップの方がしっくりくる感じがします。シュプリームのアーカイブで今回のマルジェラとのコラボっぽいアイテムを集めてコーデを組んでみました。まずは長袖にはなりますが、同色系のフットボールロンティーが今回発売された同色系のフットボールトップっぽい雰囲気を醸し出しています。光の当たり具合でなんとなくわかるかもしれませんが、袖の後ろ側にサンダーっぽいアイコンがあったりするのも面白いアイテムです。さらにイーグルも今回のコラボで目立っていたので、唯一持っていたイーグル系のアイテムで合わせてみました。マルジェラコラボ風のコーデが偶然にも出来上がったので、コンセプトとしても共通点があったりしてお気に入りのコーデになりました。最後は結局はシンプルなコーデが潔くていいなと思ったコーデがこちらです。シュプリームといえばこだわってない感じでめちゃめちゃこだわっているようなコーディネートを組む人が多いと思いますが、まさにそんな感じです。白 T じゃなくても長袖の白ロン T でも同じようにシンプルでクールなコーデが出来上がるのでおすすめです。家着で着るなら同色系のスウェットがぴったりです。アーチロゴのスウェットパンツに合わせてみました。ルームウェアの動画でもご紹介したオールドシュプリームのフリースはサイズ感もシンプルなデザインも相性がかなり良いです。サイズ感は白のスモールボックスジップアップで比較すると分かりやすいかもしれませんので載せておきます。着丈の長さ、身幅、肩から袖口にかけてのシルエットだったり全く違う印象です。ということで最後になりますが、今回は先週土曜日3月21日に発売したマルジェラコラボのボックスロゴジップアップのブラックの M サイズを無事にゲットできましたので、ディティールの徹底解剖や解説に加えてコーディネートも考えてみました。次回もシュプリームの最新アイテムを過去のアーカイブの比較やマニアックな視点で解説動画をアップしていきますので、もしよろしければチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは西川でした。バイバイ。